てもらったら正直そこら辺の男性より気合は入ってる。私がこの業界に16年いて思ったことは、Move my body。今日はどうやら違う雰囲気のところにいますね。今日はハバタック株式会社が所属しています兵庫県自動車青年会議所の2026年度第1回例会ということで、姫路のキャッスルグランビリオホテルさんに来させてもらいました。どうやら今日は大物ゲストといいますか、はい、大物 YouTube そうですねがいらっしゃるって聞いたんですけども、はい、ちょっと具体的に説明していただいてもいいですか？自動車の、女性整備士の中でも、かなり、日本で多分一番有名な方なんですけども、メカドルユキさんという方をお呼びしまして、今日ははるばる東京から、お越しいただいて、この姫路で、私と、あと女性2名の、車に関係するお仕事をされている女性の方とセッションしていただく、はい、企画にしております。でそこで高中さんが、司会進行といいますか、そうですね、そういった形で、はい、トークセッションが行われると。そうです。私とセッションする。はい。メカドルユキさんはまだこれからいらっしゃるということですね。はい。あと30分ぐらいで到着ということで。間もなくということです。はい。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、たくちゃん、そういえば、再生回数が1万回をやっと超えましたね。ショート動画がですね、1.2 いきました。2.0いきました。もっともっといきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょうね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。高中さんとシャツ、このシャツがカラー合ってますか？全く一緒ですね。今日お揃いでお揃いですね。昨日夜合わせようかっていうお話。合わせよう、わざと。そうなんです。もうね、こう羽ばたこう出していこうかな。実はたまたまです。たまたまなんですね。たまたまです。なんだ。そう。ちょっとびっくり、ちょっと恥ずかしかったです。高中さんもじゃあ今日ね、みたいな。あれわざと揃えたんかと思うんですよ。そうそう。まあでもやっぱそこは社員でなんか意思疎通だった。さすがですね。っていうことにしといてもらって。そういうことにしてください。はい。ありがとうございます。じゃあ大変ですけどね。奥さんが大変です。そうです。緊張。そうです。人。今入れるって書いてませんでした。人じゃなかったかもしれない。緊張して多分入れるってなって。入れるって人って書いてる。すごい硬かった今。これでスポーツ推進。そうですよ。私たちスポーツ推進なんですから、硬いところ見せられないですよ。見せられない。本日司会進行を務めさせていただきます坂中と申します。よろしくお願いします。今回の開催の趣旨としまして、私も、会社を経営させていただいてるんですけども、女性の目線と男性の目線の違い、これは対お客様に対してもそうですし、対車に関しても多分違うのかなと思っております。女性が本当に活躍できる職場を作るためにも、そういった形でこのお三方に今回お声をかけさせてもらって、今日赤裸々に正直に伝えていただければ、はい、と思います。多分途中で皆さんドキッとするようなお話もあるかもしれませんけども、それが女性の本心だというふうに受け取って、明日からの社業につなげていただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
私メカニックアイドルとしてメカドルユキとして活動しておりますが、アイドルとついておりますが、普段アイドルみたいな活動は一切しておりなくて、整備士はもう16年ほど整備士をやりつつ、整備士を今もやりつつ、普段はね YouTube とか雑誌とかで整備の仕方だったり楽しさなどを発信しております。楽しくお話できたらなと思いますので、今日一日よろしくお願いします。神戸市長田区を本社に、中古車、新車販売買取レンタカー事業を、保険代理店を運営している会社で勤めております。現在私は、勤務5年目なんですけれども、車の販売や仕入れだけではなく、今レンタカー事業で北海道、沖縄の、宮古島、仙台のレンタカーの店舗の立ち上げなどに携わっています。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。整備士は8年経って9年目に入ってます。毎日精一杯自分のできることを頑張って、仕事をしている感じです。この業界とこの職種を選んだ理由、あと、入社当初の不安とか期待とか本当に思ったことをお答えいただけますか。まずゆきさんお願いします。私、整備士始めたきっかけはですね、高校卒業して専門学校、自動車の専門学校通うんですけど、その時にやっぱ女性なので整備士学校に行くという時に、お父さんとかにすごい反対されて、やっぱイメージがね、やっぱ普段この整備士しててすごい大怪我をするってことはほぼないんですけど、やはりこの整備の携わってない人たちからしたらすごいやっぱイメージが悪くて、当時すごい反対されたんですけど、だからお父さんからは整備士じゃなくて美容とかね、そっちに行った方がいいんじゃないかと散々言われましたが、やっぱそういうところ行って自分が可愛くしてもらえるんだったらいいんですけど、私が誰かを可愛くすることに楽しさを見出せないなと思いまして、その時からバイクだったり車がすごい好きで、やっぱりものづくりというものが私には向いてると思って反対を仕切って整備士になりました。それで最初はディーラーに勤めたんですけれども、やはり2010年、もう16年前ですので、まだまだ女性がこの業界にいるのが珍しく、当時お客さんからも女性が車をいじったら怖くて乗れないよと言われたりとか、あと同期もたくさんいましたが、同じミスをしても私だけ怒られなかったり、あとパッド交換とか簡単な作業ですごい褒められて、やっぱ女性を、特別扱いというか大事にしてくれてることも伝わってきたんですけど、やっぱ私がやりたかった重整備とかそういうのも怪我されたら困るのでなかなかやらせてもらえなくて、やはりまだまだこの女性が活躍できる場が少ないなと思って4年ほどディーラーで働いてたんですけど、やっぱり納得いかないことがたくさんありまして、当時ね、その会社の近くにドリフト天国とかオプションとか G ワークスの雑誌の編集部がありまして、そこにピンポン押しに行きまして、私は女性メカニックとしてこんだけ整備もできるし、こんだけ工具を持っているのにやっぱり世の中がまだまだ認めてくれない、だから1回でいいから雑誌に特集してくれと言いに来ましたそしたらその時の編集長がね、たまたま来ていただいて、LSD、デフの LSD を急に渡されて、お前これ組めるかって言って、はい、組めますって言って、その場で組んで、そしたら編集長が、お前特集じゃなくて連載してやるよということで、整備士とは別のメカドルという道が始まりました。そっからやっぱり女性メカニックとして、いろんな、ディーラーで働きつつ、その後私今までも16年やってるんで、7社ぐらいいろんな整備工場で、ディーラーだったり民間だったりチューニングショップで働いてきたんですけど、何でしたっけ何の話してたんでしたっけ。今そこで YouTube とか始めて、今日も呼んでいただいたんですけど、この後もね多分いろいろ質問あると思うんですけど、やはり女性としてすごいありがたいことに業界の宝だと言ってくれる人もいれば、やはりこの業界では女性は邪魔だと、うちの会社には女性メカニックは絶対にいらないという
2つにね分かれてきてるなとこの16年と思うので、今日はねその女性反対派の人も多分この中には少なからずいると思いますので、この90分でそこを打破できたらなと思いますのでよろしくお願いします。私はもともとアパレルというか、そういう販売をしていったんですね、もともと。で、その時にコロナになりまして、で、全然稼げなくなってしまったっていうのもきっかけで、キャリアの選択をちょっと考えた時に、どうしても自分は稼ぎたいっていう思いがすごい強かったので、車業界か、もう一個浮かんだのは不動産業界か、もう全然どっちも無知だったんですけど、どちらかに飛び込んでみようと思ったのがきっかけで、不動産の方は女の人が結構まだちらほら多いかなと思ってたので、女性が車屋にいたら結構ニッチななんていうか目立てるかなというか、売れるんじゃないかっていう甘い考えから飛び込んで入りました。で、今はちょっと営業職から離れて、マネージャー職にさせていただいてるんですけど、人の管理をすることが今一番多いんですけど、営業よりはちょっと苦戦してます整備士になろうと思ったのは、車が好きで、学生の頃なんとなくかっこいいな、かわいいなっていうのだけで、ただ眺めていいなっていうだけで、車が好きっていう思いがずっとあって、で大学行って、就活をする時にどうするかってなったら、やっぱり仕事をするんやったら好きなことを仕事にしたいっていう思いが一番に来てしまったんで、整備士というか、車関係の仕事でっていうのが一つと、で、大学を卒業して、全く未経験の状態なんで、資格がなくってもできる仕事と、あとは体を動かす仕事、ジムとかデスクワークじゃなくって体を動かす仕事かなと思ってたんで、もうこの3つが揃ってるのが整備士っていう感じですね。はい、整備士だと車がここまでいじれるとかっていうことぐらいになってしまうような気がするんですけれども、そうじゃない車以外のところで何か目指したいところとかってありますか？やっぱそのディーラーだったり民間で働いてる時に、やはり女性だから整備じゃなくてフロントとかね、営業とか行ってほしいって散々言われてきて、それをずっと断って、私は現場がいいから整備士がやりたいからって言うけど、やはりね、社長さんだったり上の上司は女性なんだからせっかくなら表に出ろと散々言われ、だから検査員とかね、一級とかそういうのを取って、やはりやっぱ現場に必要な価値観というか価値を自分で見出していかなきゃなと思い、やはり電気とかね、そういう勉強はすごいしました。やっぱ整備士として認めてもらわないと、私よりできない整備士の男の人は現場に入れるのに、私の方が整備ができるのにフロントに行けと営業に行けと散々言われてきたので、やはりやっぱできない作業があるとそこを疲れる。やっぱ整備士やってるとエアコンでつまずいたりね、最初やっぱエンジン足回りとかは楽しいけど、エアコンやってて自分の中でつまんないなと思って、エアコンとか電気とか難しいところをやっぱすごい勉強して整備士の価値を上げていきましたね、若い時は。女性だから表に出ろと思われることが多いんですけどそれはなんでかなと思いましてね。そうです女性だからこそ感じた課題と工夫っていう形で、現実的な課題とそれへの対応を聞いていこうかなと思うんですけども、男性はすごい優しいんですよ。やはりこの業界にいると女性が少ない分、すごい女性のね、立場とかを大事にしてくれたりとか、正直ディーラーでもいまだにトイレとか更衣室女性のところがないっていうのもまだある中で、そういうところをちゃんと増やしてくれたりとか、女性に気を使っていただけるんですけれども、正直それがありがたい反面、やはりその整備士として見てくれているのかというところに、今はもう16年続けてるので、私正直整備でできないことって何もないなって言い切れるぐらい整備ができるから、整備士として
認めてもらえることが増えましたけど、やっぱり最初の12年3年未満の時はやはり怪我されたら困るとか、嫁入り前なので顔に怪我されたら困るとか、私も1年目の時に1回ここを切って大怪我した時も、その男性が同じ怪我をしたらそんなマスキングテープ貼っとけばいいよって言われるぐらいなのに、もう私が血だらだら流したら周りの先輩とか上司がなんかおろ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 どうしようどうしようみたいになった時に、あ、私は絶対に怪我とかしちゃいけないんだなって思って、でもまあ私、今日もこういうところで話す機会今までちょくちょくあるんですけれども、やはり今日いる皆様は私なんかと違って会社を経営しているので、その会社を経営している社長さんたちに私が偉そうに言えることなんて何一つはないなって毎回思うんですけれど、その現場で女性で、今日この3名も、女性として少ないって分かっている上でこの業界に飛び込んできているので、正直そこら辺の男性より気合は入ってるね舐めてもらったら困るな正直最初は本当に思いました。やっぱ5年未満だとまだまだ使えない、整備士として使えない部分もいっぱいありましたけど、やはり男性なんかこちらは見てもいないと言いますかなんか男性と女性でこちらを分けていないのに男性側が分けようとする、それは社長の優しさだとは思うんですけれども、正直男性より本当に気合が入っていますし、すごいこの業界に入ることを悩んでちゃんと考えてこの業界に入ったので、そこはちゃんと認めてもらいたいなと。やはり私も何回かいろんな面接とか行かせてもらってますけど、整備ができたり工具をこんだけ持ってたら男性だったら絶対に受かるはずなのに何回か落とされたりとかしてきたんですけど、やはり女性を嫌がる社長も一定数やはりいるんですが、今日も多分何名かはいると思うんですけど、何度も言いますが私たち女性は男性なんかより気合を入れてこの業界に飛び込んできましたので、優しさだけではなくそこも受け止めていただければと思います。女性が多い職場に入ろうと思ったら多分入れないかな、もしくはめちゃくちゃドキドキして潰されちゃいますね、そんな気がしますね。はい、もう本当にそういった面ですごく今ドキッとしましたありがとうございます。基本的なことぐらいは分かってれば車は売れるなっていうのを今分かってるんで、それで車は売れてるんですけどそういうのもその第一声目が女の人イコール事務員さんみたいなのとかもなんかちょっとって思うし、自分的には、女性の人が結構幹部になってる会社とかは今時だなってすごい思ってて、女性の方がで、男女関係なく、評価してくださってるところとかも今の会社にはありますし、なんかそういうところは、業界的な課題なのかなっていうのはすごい思いました。男の人が多い、業界に飛び込んで思ったのはやっぱりおっしゃられるように、女の人やからみたいな感じがすっごい最初は感じました。もう取引先の方からもなんかそういう感じだったので、それなりに対応はしてたんですけど、やっぱ年数を重ねるごとにこの子頑張ってるねんなみたいな目で見られていったりとかは、見られ方は変わってきたなっていうふうには思ってます。これまでのキャリアの中で、成長したなとかっていうことを実感した瞬間だったり、上の方からもそうですけど後輩からとか評価された経験とか、めっちゃ嬉しかった、お客さんもそうですけど多分そういった経験をちょっとお聞かせいただけますか。先ほどメカドルっていうのは整備士4年目にね、その編集部にピンポンしに行って始めたんですけれども、その時 S15 シルビアがデモカーで、雑誌のデモカーでありまして、でそれをドリシャにしていこうという企画が始まったんですよ、雑誌の中で。でその時まだ私整備士4年目で、特にディーラーで4年働いてただけだったので、そういうレーシングカーっていうんですか、ドリシャとかを作るなんとなくしか分かってない、仕事としてそういう整備をしたことない中で雑誌の連載が始まって、
そこでやはりいろんな経験をさせてもらって、特にこれメカドルという活動を始めたことによって、普通の整備士だったら経験できなかっただろうなっていう作業だったり、いろんな人の出会いとかありまして、もう16年で正直本当にできない作業何もないんじゃないかなってやはり先ほども言いましたけど、女性で舐められたくはないので、やはり正直誰よりも勉強しました。その整備士の勉強もしましたし、私の経歴で言うと、昔35GTRにすごい憧れてて買ったんですよ。27歳の時に買ったんですけど、やはり35の勉強がしたくて、35のハイパフォーマンスセンターで働かせてもらったりとか35GTR とか好きすぎて、バラしすぎて、勉強しすぎて、運転してたら透明に見えるんですよやっぱ好きすぎるとどこに何のビスがあるかも分かるんですよ。その奥のそのダッシュの奥に何がどう止まってるとかが全部分かる。もう配線の色も分かる。これは35GTR に至ってですけど、そうすると運転してて透明にいや本当ですよ、そうなるんですよ。なのでもう本当やっぱここまで行くのに、やはり自分だけの努力ではやはりでもいけなかったなと思って、やっぱりそういう会社の同僚だったり上司社長の協力もすごいありましたし、やはりそういう大会とかもあるじゃないですか、整備士の大会とかもやはり社長が協力してくれて、レンタカーを経費でね、借りてくれたとか、そういうのがやっぱ私の周りはすごい恵まれてたなと思うぐらい、周りの協力もすごいあったので、整備士としてここまで成長できたなと思います個人の発信とか、ブランディング、業界への貢献という形で、どれだけブランディング、自分をブランド化して発信してみたいな、ゆきさんが今上手なんですけど、どんな風に発信していかれてるのかなと。本当に車が好きで整備が好きで始めたこのメカドルという活動がありがたいことにいろんな方に認知していただいて、いろんな仕事が来る中でいろんな話をしていって、やはりせっかく女性で整備士をやってここまでの立ち位置になったのであれば、やはり業界に向けて恩返しだったり業界のためにしていきたいなと思うことが、ここ 2,3 年自分の好きだけじゃなくそういうのもしていかなきゃなと思っている中で、私の一応このメカドルという活動で、整備士の小学生の将来にベスト10に自動車整備士を入れたいなと思って活動をしているんですが、私がこの業界に16年いて思ったことは、若手なんかより今整備士をやっている、現場で整備士をやっている40代50代の人たちが正直この仕事をかっこいいと思っていない、やる気がない人が多いなという印象で、盛り上がってる業界って若い子じゃなくて40代50代の人たちがすごいその仕事を好きで、その魅力を発信しているといいますか、そのやる気に満ち溢れているんですけど、この整備士業界って若い子よりもうベテラン組の整備士たちが、もう俺たちなんてどうせ給料も上がらないしとか、もう車はどんどん進化してって言ってやる気を感じない人がすごい多いな、現場目線ですよ、思うので、私がやっぱこの発信していく上で本当にこれは一番伝えたいことで、やっぱ人材育成っていう言葉を大事にしている社長さんたちたくさんいると思うんですけど、人材育成って若い子たちだけじゃなくて、正直その40代50代のベテランの人たちに向けての人材育成というんですか、やはりもう整備士歴はもうみんな20年とか30年とかなんで、もうすごい方たちなんですよ。正直もう40代50代以上の整備士なんて、もう私なんかより全然整備もできるし知識量も全然すごいのに、本人たちがそれをすごいと思っていなくて、若い子たちに自分たちの凄さを全然教えてってないんですよ。そうすると20代30代、10代若い子たちがどんどん正直やる気がなくなっちゃう
まあ、そういうことが、まあ、私自身もすごい感じましたし、意外と若い子の方がやる気に満ち溢れてて、やっぱ自分より上の世代の人たちがやっぱりこの業界のガンなんじゃないかと思うことが耳が痛い正直今ここにいる社長さんたちは若い子じゃなく、その40代50代の方のやる気をどうにか一緒に見出していきたいなと日々思っております。私はそこをやっぱ発信でこうやっていろんな人たちに伝えていくのが私の役割なんじゃないかなと最近は思うようになりました。やっぱりじゃあもう自社で10年20年やってくれてる整備士の人たちの声ってあんまり聞いてないんだろうなって思うことがすごい多いので、この業界を盛り上げるには正直そこの力が一番重要な若い子より正直そこの力が必要だと思いますので、皆さんもぜひ一緒にご協力いただければと。そうですね。マイカドルとして活動していく中でやっぱり多分 YouTube 始めたい方とか YouTube これからやっていこう多分始めましたもんね、はい、これは本当になんか、まあ、アドバイスとして言うのであれば社内でやらないことです。やっぱり社外に投げてますよね。社外に投げてます。もう 100% 社外に投げる。これ社内だとやっぱり YouTube のために時間なんて費やせないよね、現場からしたら。で給料も上がらないんですよ、だからもう YouTube 手当をつける、社外に出す、これが成功への近道ですやっぱ自分でカメラ回して自分で企画考えて従業員に出てもらう、これが一番うまくいかないんですよ。うまくいく人もいますけどこれはすごい大変です、自社でやるので。私いろんな YouTube 関わってますけど、まあ再生回数とか正直全然関係なくて、まあ、もう1000以下で回っててもやっぱ見てる人は見ているので、やっぱ問い合わせ5倍売上3倍になった会社とかもあるんですが、やっぱり社外です。やっぱそれちゃんとコンサル入れたりとか、やっぱちゃんとお金をかける。やっぱり YouTube なんで無料で始めるからなるべく無料でってやりたがるんですけど、私が知ってる会社とかだと毎日配信で毎月150万とかです、YouTube のその社外に払ってる。正直そこまでかければ絶対うまくいきますし売り上げも上がる。やっぱ無料で自社でってなると難しいかなと思うよこれ以上嫌われたくないんで言っときましょう。じゃなので今いる社長さんたちが、まあ、現場経験、先ほども現場経験ある社長と現場経験が2代目3代目の社長、正直これって結構整備士で現場で働くってなると好みがあると思うんですよ。やっぱ現場経験がある方がいい風に思えば、意外と現場経験ない社長の方が現場の大事さに気づいたりとか大事にしてくれてるパターンもあるので、やっぱそこをね改めて発信してやっぱ若い子たちに向けてね整備士を増やしたり、まあ、何度も言いますがこの皆さんで40、50代問題をどうしたら解決できるのか。40、50代ばっかりですか。じゃあ社長現場の40、50代をすごい人たちじゃないですか。やはりチェックランプが消えようがイオンが来ようが絶対直してくれる人たちなんですよ。けどさんですからね。けど自信がないじゃないですか。私なんて直せない車何もないって正直8割嘘ですけど、とりあえず言っとこうみたいなのもあるじゃないですかなのでやっぱりここのモチベーションを高めるのって社長しかできないし、社長の仕事、経営者の仕事だと思うので、現場からの一つの願いとして今日はそれを心にしまって持って帰ってほしいありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？こんなんで良かったんですか？最高にぐさぐさくる。あんまさ動画にしていいかなって悩んじゃうぐらいの内容もあったとは思うんだけど、やっぱ動画じゃないからこそ言えることもね、やっぱリアルだから伝えれることもある。私もいっぱい YouTube 撮ってきたけど、なかなかやっぱ動画で残っちゃうと言えないこともそうやね。あるけど、まあ、今日一応カメラ回ってどこ使われるかわかんないけど、どうですか？いや大丈夫ですか？本当にゆきさんを呼んでよかったなと。嬉しいです。オプション雑誌オプションとか、撮り手、うん、読んでた世代とすると読んでた？本当？あ、ほんまに見てたもん。稲田大二郎知ってる？稲田大二郎は知らんけど
違法改造雑誌ね。やっぱ車好きの原点はあそこですかね。そこですか。はいやっ。ぱ私より年上の世代は、やっぱああいう雑誌を読んで違法改造車に乗って女にモテるっていうそ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 う。整備士になったのが今ちょっと時代が変わってね、まあ良くなった部分もありますけど、まあ、今日のセミナー90分話してみて、まあでもまだまだ業界明るいなと今日の話をちゃんと聞いてくれて、そう思ってもらいました。やっぱりその心に響いたって言ってくれる人たちが多いってことは、やっぱりちゃんとこういう一整備士の話も耳を傾けてくれる人たちが多いので、まあ業界どうにか一緒に盛り上げていけたらと思います。40代、50代問題。必ず明るい方向に、もうすごい人いっぱいいるんですから、40、50代ですっごい整備士いっぱいいるのに、なかなかちょっと表に出てないというかね。ですので、まあ、この YouTube チャンネル名前何でしたっけこれ。ハバタックチャンネル。ハバタックチャンネルの方でまた呼んでいただければ、せっかくなので来てくれるんですか？工場も見に行きたいんで、じゃあ、ぜひ、また寄っていただければと思いますので、また次回お楽しみに。お楽しみに。 Let's open up that bag and see what. いい話でしたね。いい話。涙が途中もう泣いてました。いい話でした。もういいよ。本当に気合が入ってる話でしたね。気合が足らないなって思いました。そんなことないですよ。